できませんので、今日は餌エビを頼まれることが多くなってきましたので、エビと名古屋フグ、そんなものを狙って、あとは明石タミラムですか、狙っていきたいと思います。果たして全部拾えるでしょうかね。これよう拾わんでしょ。こっちがいるんですよね、ガラエビが、餌エビは。シャコもねだいぶ良くなってきたんで、一応ねこの間から拾ってますね。大尺がいるようなとこもあるんですけど、そこ行ってもねエビがいないんで、今日はこの辺でね頑張りたいと思います。シャコ含めてエビだらけです。あ、中名古屋フグとエビ狙いです。予想外の名古屋フグの多さ。この夜が明けた瞬間っていうのが大体いつもいいですね。そしてエビまみれ。意外に名古屋フグ多かった。一番普通2匹が多くてさ、3匹入ることはあんまないですけどね。一応頑張って拾ってみましたが、全部ではありません。半分ぐらいかな、足場エビ拾ったの。よいしょ。まあ本当に狙ってるのはこっちですね。餌エビ用のガラ、もうめちゃくちゃ減ってきて、もう数がねよそが取れなくなってますんで、シャコの意外な多さに驚き。ちょっと黒くなってきてるでしょ。ちょっとずつね良くなってるんですよね。でもねまだまだです。やっぱり本格的に良くなるためには春が来ないとダメですね。2番目で一気に減りましたね、なんやかんや。やっぱりその日が明けた瞬間がやっぱり、日が昇った瞬間がやっぱり一番いいですね。もう名古屋もおらん。名古屋がおらん。寂しい。自分が名古屋フグがいると思ってるところと実際いるところがどうも違うようです。もうハモだと思い込んでました。逃げちゃダメ。超高級魚。ヒラメや名古屋フグどころじゃない超高級魚。すごい。しかも金色の方のやつ。青と普通のうなぎの見分けってどうするんですかね。いつも真っ黒ですけど、たまにこの金色入るんですよね、これ。でもこれは金色じゃないな。もっとね腹がね、つかましてくれない。全然つかましてくれない。もっとねここが金色なんですよね。それが入るんですよね。あれが青なんかな。で顔の形が違いますよね。あ、これ違う方やな。なんか丸いやつと三角のやつがいますよね。ただの個体差なんか見分けがね分からん。あんまりねうなぎ自体は見たことないんで、今季2本目。前回のやつは YouTube で撮影できませんでしたけど、2本目撮れました。
もう完全にハモやと思って掘ってましたね。危ない、逃がしたら大変ですこれ。そして完全にほっとかれてるヒラメさん、ごめんね。やった。これじゃない。すごいもんいるじゃないか。オンですけども、本当嬉しい。名古屋も一匹おるしね。年末は本当に生子も結構すごいですよね。カタツネか。でもめちゃくちゃ嬉しいです。うなぎがただ嬉しすぎるだけという。この紫の石ガニって本当に石ガニなんですかね。大きいんですよね。大きくなります、これだけで。味もちょっと普通の緑のやつと味違うんですよね。身が薄くてね、あんまり甘みがないです、これは。だったと思います。でかい。あんまりこれの大きいの見ないんですよね。キープ。もうでかっ。どでか。うわっつー。これにね、寄生してる貝がいるそうなんですけど、なかなか見つからないんですよね。この赤色の点々がそうかと思ったら違うっぽいですね。どんなやつなんかがわからんけん、なかなかね見つけれないですよね。よいしょ。さすがに冷え込むとほんといない。ライダーさんに優勝商品を飯田子でも送りましょうかって言ったらいいですけど、まあ板深きは確実に確保できてるんですけど、飯田子がいない今日は送れるほどいるのか本当に。小さすぎますね今日は。うなぎおったからええか。
鍋も当たらない。上りにまだ行きたくないんですけど、上りになったら一応入るのですね。もうすぐ塩が頼むんですけどね。下りがやっぱりさっぱりダメですね。下りの間もう本当にだけ自分も少なかったですね。おお、ダブル。あ、ゲタもなんかちょっとおるし、やっぱ上りじゃないとダメなんですね。満潮から干潮行く潮じゃないとやっぱダメなんですね。ちっちゃいけどもめちゃくちゃ嬉しい両爪揃ってるし。やりました。ちょっと大きいヒラメ狙いたいですけど、まあでも潮小さいですからね、狙ってもちょっと無理かな。まあでも狙うんならいますよね。まさにこれです。いつも自分が言ってる金色のやつがいるんですよねっていうのこれですね。まさに金色。すげえ。顔もねなんか違うんですよね。三角じゃないんですよね、顔が丸っこい感じのに自分には見えるんですけど、これまさか1日2本ね、ありがたい。こういう上にしかいない時にああいうの見ると嬉しいですね。ちょっと久しぶりに見たんですけど、この車庫ね、生きとる名前分かったんすよね。でも忘れました。まあ編集の時に調べて書いておきます。何だったかな。もうこのサイズから上見たことないですよね、これ。一日下向いてのエビ拾い疲れました。もうラストにします。カニ来た、カニ来た。なんか嬉しい、超嬉しい。ヒラメで嬉しいのに十分カニ来た。マジで嬉しい。エビだけの日にエビもおらへんない。まあでもいっか。ヒラメとカニここでおりましたからね。よいしょ。いいヒラメでした。危ね。いいヒラメでした。お疲れ様です。うなぎがおったんよ。なんと2つもおったけん。こんな時に年末にな。年末に多分な、早めに出てくるうなぎと、うん、今出てくるうなぎ多分種類なんか違うような気がするんだけど。うなぎも何種類かあるんかな。2種類おるんよ。知らなんだ。でもどっちがどっちか見分けつかんのじゃ。大きいのだけいきましょうか。はい。それにじゃあスタンバットと違ったこっち。わーい、でかい。これな、前言うた金色のやつが多いって言うたやん。まさにこれなに金色のうなぎ。おお、すげえでかいな。そして顔がこうちょっとな、丸いというかどうやんかな。もっとな三角なんよな。エラパクッとやってな三角。これはな、こいつはな、なんかな目とかもなんかちょっと違うような気がするんやな。どっちかが青うなぎだと思うんだけど、でもどう考えてもこの金色がうまそうよな。沖で取った時はな灰色じゃったんだけど上黒になってる。
なんで場所なのか。これ多分早めに出てくるうなぎとのは遅めに出てくるうなぎ多分種類違うんやと思うよおお。あ、でも太いなな。。すごかろうかば焼き作ったら何人前できるじゃろぐらいな。なあ。エビしかおらんかったけどね。うなぎ2本おったんでまあよしとします。ああ、よかったっす。エビは全部で10針玉。おお、エビだらけやな。皆さん新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。新年一発目はですね、去年皆さんにいろんなお酒をおすすめしていただいて飲みましたが、その中で一番美味しかったお酒を決定したいと思います。で、いろんなお酒をおすすめしていただいて、日本酒、ウイスキー、焼酎、コニャック、ブランデー、エトセトラ飲みましたけど、上位がウイスキーとコニャックだらけになってしまいましたけど、1位はですね、もうこれです。グレンモーレンジ18年、圧倒的でした。自分の中で一番最初におすすめしていただいたお酒で、もうウイスキーにハマったきっかけでもありますね。結局ね、やっぱりね、いいものを飲まんといけないんだということを教えてもらった一本です。開けただけでも香りが、これはもうほんとすごい、本当にね、おすすめウイスキー。これはもう最高でした。1位から発表しましたけど、2位はこれですね、コニャックマーテルブランデーですね。コニャック地方で作られるブランデーのことをコニャックというらしいです。こちらも開けただけでも、だからもう匂いがいいんですよね。ウイスキーみたいにね、小麦からじゃないですから、香りがね、ほんとブドウのね香りなんです。これももうとにかくもう香りが素晴らしい感じです。3位はこちら、ポール・ジロー25年。マーテルとポール・ジローね、実はポール・ジローの方が25年でね、熟成期間長いんですよね。でもなぜかマーテルの方が好きです。マーテルが2位になった理由はですね、ポール・ジローはね、めちゃくちゃいい香りでむちゃくちゃコク深いんですけど、さすが25年だけあって、ただね、畑が違ったらブドウが違うんでしょうね。こっちのブドウの香りの方がいい。こっちもめちゃくちゃいいんですよ。めちゃめちゃいいんですけど、なんかちょっとね、めちゃくちゃいい匂いだな。五分結局五分か。すいません、あくまで個人の好みです。3位はポール・ジローでした。出来上がりました。では広島から、この黒い方がね、広島です。食べてみましょう。牡蠣といえばタバスコですけど、今日はかけません。食べ比べなんで味が濃い。これがうまいですよね。うまっ。では白い方、宮城食べてみます。ちょっとね、あっさり、広島に比べてあっさりなんですね、宮城の方が。あっさりが好きな人はこっち、濃い方が好きな人はこっちですかね。では板棒いただきます。これがもうくせもんで口開けないんですよね、板棒は。板棒プレゼント企画の時にね、プレゼントして気づいたんですけど、12月の半ばぐらいまでに板棒を送った方は、板棒と真牡蠣を送った方は板棒の方が美味しいって言うんですよね。で、1月から後に板棒と真牡蠣を送った方は真牡蠣の方が美味しいって言うんですよね。それは1月後半が真牡蠣の一番最高に美味しい時ですんで、真牡蠣が美味しくなってるのもあるでしょうけど、自分が食べてみて思うんですけど、板棒はあんまり寒くなると味のね、濃さがなくなる。もう海水温下がったら味が薄くなるっぽいですね、どうやら。なのでね、12月15日ぐらいまでが味が濃い感じがします。いただきます。濃厚ですね。個人的には真牡蠣の方が美味しい。ちょっと濃すぎる。なので自分は冷え込んだ時の板棒の方が好きです。11月とかだったらね、もっと渋みとかもあって味ももっと濃厚なんですよね。
昔の人に言わせると渋い牡蠣って言ってますから、やっぱそれが特徴なんでしょうね。美味しかったです。皆さん今回もご視聴ありがとうございました。またおすすめ教えてください。焼酎や日本酒でも全然 OK です。教えてください、いいのがあったら。ちょっとそれ何の方？ユージ君、それ何の呼吸？